こんばんは、ビヨンドです。暑い日が続いていますが、皆さん、体調は大丈夫でしょうか？私は元気です。最近、YouTube ショートで宇宙雑学クイズを出し始めましたので、宇宙知識に自信がある方は、ぜひチャレンジしていってください。とりあえず毎日15問、合計450問準備してます。最後の問題は激ムズなので、できたらすごいです。さて、本動画から少しテイストを変えてお届けしようと思います。皆さんは絶対0度という温度をご存知でしょうか？マイナス273度であり、この世界に存在する理論上の最低温度であります。しかし、そんな極低温と1度しか違わない場所がこの世界に存在していると言ったら、皆さんは信じられますか？本日はこの世界で最も寒い場所についてご紹介したいと思います。それでは、どうぞ。皆さんは何度くらいから寒さを感じ始めますか？17度でしょうか？それとも15度くらいでしょうか？一般的に人は15度くらいから寒さを感じ始めると言われています。これは風や湿度、体調や服装などの要因も影響しますが、通常この温度を下回ると多くの人はジャケットやセーターなどを着用して体を温めたくなります。これはサーモレセプターと呼ばれる皮膚の温度受容体が冷たい刺激を感知することで神経信号を脳に送るからであります。しかし、この世界には15度なんて暖かいと感じる場所がたくさんあります。1902年1月25日、北海道旭川市でマイナス41度というとてつもない低温が記録されました。これは日本で観測された最低気温です。東京で記録された最低気温が1876年のマイナス 9.2 度であることを考えると、いかにマイナス41度が異常な気温であるのがわかると思います。参考までにマイナス41度の世界で起きることをご紹介したいと思います。まず特徴的なのは、沸騰した100度近いお湯でも空中に投げると瞬時に霧状になり凍ることです。そしてもし肌を露出させた場合、ものの数分で凍傷にかかる危険性があります。さらに車のエンジンオイルでさえ粘り気が非常に増し、車の始動が困難になるか全く動かなくなります。ゴムやプラスチック部品も非常に脆くなるので破損しやすくなったりします。極めつけは多くの動物が冬眠を選択するということです。このようにマイナス41度の世界は非常に厳しい環境と言えるのです。日本で最も低い気温を叩き出した先の北海道旭川市ですが、世界に目を向けるともっと寒い場所が存在します。皆さんはどこだと思いますか？答えは南極です。地球で最も寒い場所は南極の東南極高原という場所であり、特にボストーク基地がその極寒の地として知られています。1983年、マイナス 89.2 度というとてつもない気温が観測されました。このレベルにまで気温が低下すると、もはや専用の設備がないと絶対に生存できないくらいには厳しい環境と言えます。外出する際は多層の防寒具を着用し、特別な断熱材を使用した衣服が必要になります。そして顔全体を覆うバラクラバや目を保護するゴーグルも絶対に必要になります。暖房装置に関しても24時間稼働させる必要があります。家や建物にももちろん特別な断熱材が必要になります。ただ公式では認められていないものの、2010年に NASA の衛星データによって東南極高原の一部でマイナス 93.2 度というさらに低い温度が測定されたとのことです。マイナス100度に迫る気温が地球に存在するなんてなんとも驚きですよね。では、人間が文化的な生活を営んでいる最も寒い地域はどこなのでしょうか？それは
ロシアのサハ共和国にあるオイミャコンとベルホヤンスクです。この地域は冬の気温がマイナス50度からマイナス60度になることが一般的で、観測史上最低気温はマイナス 67.8 度とのことです。日本の史上最低気温を余裕で上回る気温を毎年引き起こしているにもかかわらず、人間はそれでも順応できるというのは何とも驚きです。私は絶対にそこでは生活したくないです。ところが、地球の最低気温は宇宙に目を向けると、まだまだ秋のそよ風程度でしかないことがわかります。宇宙は非常に広大ですが、太陽系に存在する惑星だけでもかなり寒いです。水星がマイナス180度、火星がマイナス153度、木星がマイナス145度、土星がマイナス178度、天王星がマイナス224度、そして海王星がマイナス214度です。このようにどの惑星をとってみても、たとえ地球の非公式の記録を含めたとしても、その 1.5 倍から2倍強の低温が通常運転であるのです。これまでの内容を踏まえると、天王星が太陽系内で最も寒い天体であると思われているかもしれません。しかし実は、太陽系内で最も寒い場所は天王星ではありません。私たちが毎日目にする月であるのです。2009年、NASA の月探査機ルナーリコニサンスオービターが特異なデータを取得しました。それが示唆していたのは、月の南極にある影のクレーターが太陽系内で最も寒い場所であるということです。このデータを精査したアリゾナ大学の大学院生パトリック・オブライエン氏と彼の指導教官であるシェーン・バーン氏によると、そのクレーターは直射日光だけでなく反射光などの二次的な熱源からも遮蔽されている可能性が高いことが分かりました。こうしたこともあり、そのクレーターは何十億年も太陽光から遮蔽されている可能性があり、それを考慮すると、その温度は驚異のマイナス248度と推定されたとのことです。さて、勘の鋭い方なら、ここで疑問が浮かぶと思います。宇宙空間はもっと冷たいのでは？ということです。ご明察です。宇宙空間に至っては、絶対0度に近いマイナス270度であると言われています。絶対0度がマイナス273度であることを考えると、その差は3度しかありません。これまで繰り返し、絶対0度という単語を使用してきましたが、科学的知識がないとあまりピンとこないのが絶対0度。しかしその温度は理論上、それ以上冷やすことができない物理学における究極の冷却点です。摂氏にするとマイナス273度であり、もしもその温度に到達したら、物質内のすべての原子運動がほぼ停止すると言われています。なぜほぼ停止するという表現なのかと言いますと、量子力学的にはゼロ点エネルギーという概念があり、どんなに温度を下げたとしてもエネルギーがゼロになることはないからです。なので、たとえ絶対0度に到達しても、かすかに振動はし続けるとのことです。もっとも、絶対0度に達するためには、無限のエネルギーが必要とされるため、現実的には到達することは不可能であるというのが、現在の科学の結論です。では、この世界で最も寒い場所は宇宙空間なのでしょうか？惜しいですが、違います。その答えは、地球からケンタウルス座の方向に約5000光年離れた位置にあるブーメラン星雲です。耳慣れない星雲という言葉ですが、平たく言えば宇宙空間に存在する巨大なガスと塵の雲です。成分としては主に水素やヘリウムです。しかし、少しおかしいとは思えないでしょうか。何も存在しない宇宙空間ですら、マイナス270度が限界温度であると言われています。では、なぜブーメラン星雲が宇宙で一番寒い場所なのでしょうか？その答えは、気体の断熱膨張現象です。詳しく見ていきましょう。ブーメラン星雲のガスは、時速約 58,500 キロというとてつもない速度で
外側に向かって拡散しています。そしてこれがこの星雲が最も寒い理由です。基本的にガスは膨張すると冷える性質を持っています。これは膨張に伴う圧力の低下によるものです。圧力が高い状態というのは単位面積あたりの分子の密度が高いことを意味します。ブーメラン星雲の構成成分がガスであり、それが約6万キロで拡散しているため、極端な低温を引き起こしているのです。この現象は理解しづらいですが、制汗スプレーなどのスプレーを使った際に体験する現象と同じものです。スプレーを使用すると持ち手部分が急激に冷えると思いますが、これはスプレーを噴射したことで急激に缶内部の圧力が低下したためです。この現象が宇宙規模で起きているというのがブーメラン星雲になるという感じです。そしてこれを専門的には気体の断熱膨張現象というのです。つまり一言で言うのなら、ブーメラン星雲は巨大な宇宙スプレーになるのです。NASA のジェット推進研究所のラグペンドラ氏によれば、ブーメラン星雲が他の膨張する星雲よりも寒い理由は、通常の星雲よりも質量を約100倍早く放出しているからだそうです。これは太陽が質量を放出する速度の約1000億倍です。宇宙では私たちの想像を絶する現象が多数ありますが、ブーメラン星雲もその一つと言えるみたいですね。これは余談ですが、2015年 MIT の物理学者チームは原子を史上最も低い温度である500ナノケルビンにまで冷却したそうです。これはほぼ絶対0度なので、ブーメラン星雲よりもはるかに寒いです。なので、宇宙で最も寒い場所は地球と言えるかもしれませんね。科学の進歩というものは本当に恐ろしいものです。では、バイバイ。